小説は基本的に Amazon の Kindle で購入していますが、今回は1冊だけ紙の本で購入しました。本作は2025年6月6日に吉沢亮さん主演で公開が決まっている映画国宝の原作です。続いて一般書です。サピエンス全身なホモデウスの著者であるユバルノア・ハラリさんの最新作です。読んだ漫画は数が多いためサクサク紹介していきます。BL 好きの方にとても受けそうな作品だなと思います。2026年1月からはテレビアニメ化もされるそうで、月刊少年マガジンで連載中です。瞬間記憶能力を持つ主人公が管理として出世していくというお話です。フリーアトリエセイへようこそ、セイです。今回は2025年5月、最近読んだ本を紹介していきます。読んだ冊数は、小説4冊、一般書4冊、漫画32冊の合計40冊でした。小説、一般書、漫画の順に紹介します。チャプターを用意しているため、よろしければご活用ください。また、概要欄に各作品のリンクも貼っているため、気になった作品があれば、ぜひ読んでみてください。まず小説からです。小説は基本的に Amazon の Kindle で購入していますが、今回は1冊だけ紙の本で購入しました。家族が紙でしか読みたくないという人なので、共通で読みそうだなと思う本は紙で買うようにしています。1冊目はエンダーのゲーム新訳版上です。本作は幼い少年が主人公の SF 小説です。創作論の本に例として挙げられていた本で、概要だけ見ても面白そうだったため、読んでみました。エイリアンからの侵攻が過去にあったという設定で、優秀な子供たちは宇宙にある訓練学校に通います。主人公のエンダーは、この訓練学校に通う子供に選ばれ、どんどん力をつけていくというお話です。天才しかいないこの学校の中でもとりわけ優秀なエンダー、他の人よりうんと幼い年齢から上のクラスに入れられ、いじめられたりしますが、持ち前の優秀さや仲間に助けられ、どんどんたくましく成長していきます。ただ、心の成長を伴っているかといえばそうとも言えず、上巻のラストでは、絶望感漂う展開になってしまいました。下巻はまだ読めていないため、ここからどう巻き返していくのか楽しみです。2冊目は雪国です。国境の長いトンネルを抜けると雪国であったという冒頭の文章があまりにも有名な川端康成の雪国を読みました。主人公島村は親の遺産のおかげでふらふら暮らしている男です。山登りの趣味がある彼はある年山から降りてきた温泉場で駒子という娘に惹かれます。そして後日彼女が暮らす雪国へ島村が再びやってくるというお話です。普段読むのは大衆文学がほとんどの私にとって雪国は難しかったです。143ページと短めの小説にもかかわらずかなり時間をかけて読みました。すべてを読んで感じたことは島村も駒子も非現実の中で合っているということです。島村は実は妻子がいる身です。彼の現実は東京に残してきた妻子のところにあり、駒子に惹かれやってきた雪国での長門流は夢の中の世界のようです。駒子は駒子で、普段は芸者として様々なお座敷に出なければならず、そちらが彼女の現実で、島村の宿泊している部屋にやってくるのは、やはり現実逃避と言いますか、夢の中の時間のようだと、読んでいて感じました。駒子が酒を飲んで現れるシーンが多いのも、女性の方が現実主義者で我に帰りやすいからかと思ったりもしましたが、合っているかはわかりません。そして、陽子という存在は、まだ私の中では消化しきれておらず、一体彼女は何だったのか、もやもやとしています。きっと、また読み返すことがあるだろうから、その時には何か別のことを感じられるとええな。3冊目は愛です。本作は私がどうしてもしんどくなった日に AI におすすめしてもらった本です。主人公はシリアで生まれ、アメリカ人の父と日本人の母の養子となった愛という名前の女の子です。自分の存在意義を信じられなかった愛が自分の存在を認められるようになる話で、同時に想像がテーマでもあります。9.11 アメリカ同時多発テロ事件や 3.11 東日本大震災など、実際にあった出来事が高頻度で羅列されており、何もできなくても、渦中の人じゃなくても想像することはできる、想像することで存在し、時に救われる人もいるというメッセージが描かれています。個人的な感想にはなりますが、幼少期の繊細な主人公には共感できましたが、主人公の最後の結論には共感できませんでした。同じだと思っていた主人公は一人で成長して、外にいる、極めている他人と同じになってしまった、そんな感覚でした。あんなに苦しんできた主人公が、なぜ最後にあのような結論に達するのだろう。世界のいろんなことを想像して、自分のことのように苦しんできた主人公。それにもかかわらず、彼女が強く望むことは自己中心的なもので、そこに人間の醜さとか限界とかを見てしまいました。でも、人によってはきっと同じところに、希望や美しさ、尊さを見出すのだろうと思います。本当に精神状態が悪い時に読んだので、素直に読めたかはわかりませんが、読書をしている4時間ほどの間は、物語に没頭することで悩みを忘れることができました。結論に共感はできなくとも、救ってくれた本という存在に感謝したいです。4冊目は国宝超青春編です。本作は2025年6月6日に吉沢亮さん主演で公開が決まっている映画国宝の原作です。原作は上下2巻に分かれており、そのうちの上巻を読みました。主人公は長崎の任教の親分の一人息子、中学生ながらにちょいと悪さをしたり、背中に彫り物をしたりしていましたが、ある年の正月、敵対勢力に襲われた父親が命を落とし、主人公の生活は一変します。縁があり、大阪の上方歌舞伎の名門の当主に引き取られ、歌舞伎の道を歩み始めた主人公。
タイトル通り国宝となるための道のりを描いた物語です。まだ上巻ということで、様々な伏線がプカプカ浮きながらもストーリーが進んでいきます。上巻ラストに向けての怒涛の不幸は見事。主人公は四面楚歌状態で、ここからどう巻き返していくのか、巧みに出替えと誘導されてしまいます。早くするべきことを済ませて読みたい。文体は携帯ですマス帳って書かれており、まるで誰かに語りかけられているようです。私は勝手に舞台の上に座り、こういうことがありましてね、と語っている人の姿を思い浮かべていました。歌舞伎に関する専門用語は確かに多いのですが、読みやすい文章だと思います。映画公開までには下巻も読むつもりです。続いて、一般書です。一冊だけは電子書籍がないため、紙の本で購入しました。あとの3冊は Amazon の Kindle ですが、うち1冊は Kindle Unlimited です。月に1、2冊読めば月額料金の元が取れるため、やはりお得ですね。5冊目は本の読み方、スローリーディングの実践です。小説家である平野啓一郎さんが書かれた本の読み方に関する本です。タイトルにあるスローリーディング、日本語で言うと知力をみんなしていこうよと言っている本です。結構 SNS とかを見ていると月に30冊読みましたとか年間〇〇冊読みましたと自慢でに語る方がいらっしゃいます。ただこの本ではそんな数は意味ない、じっくり作者が書いている意図を深く読み解くことが大切だよということが書かれています。私は自分の小説の読書量が少ないことがコンプレックスだったのですが、この本を読んで少し気が楽になりました。物語の作り手として勉強のためにたくさん読むべきというのはもちろんなのですが、冊数を読むのが目的になっては意味がないですよね。本作の実践編では平野啓一郎さんがしている知読の方法を一部共有してくださっているんですが、これがわかりやすい。そこまで深く読み解けばそんな見方ができるのかとすでに知っていた作品であっても読み返してみたくなりました。ただ一点要注意だと思ったところがありました。それはおかしいと感じるのは読者として自分の理解力が足りないからではあるまいか、そう疑ってみて、絵はどこが理解できていないのだろうと改めて本を読み返すという部分です。これ、平野啓一郎さんがお好きな三島由紀夫とか川端康成とか夏目漱石とかの文章だとその通りと言えるかもしれませんが、誰でも手軽に小説を公開できるようになった現代、すべての文章をこうやって深読みするのは注意が必要だなと思いました。というのも作者自身もあまり考えていない文章がたくさん存在していると思うからです。昔の私の文章がまさしくそうなので自戒を込めてですが、本作は本の読み方は教えてくれますが、本の選び方については語られていません。そのため何を読むべきかという選択をまず十分に行ってから、その上で知読を楽しみたいと思いました。6冊目はあなたの才能も一気に開花、プロだけが知っている小説の書き方です。小説家である森沢明夫さんが書かれた小説の書き方に関する本です。こちらの本自体は以前から存在を知っていたのですが、先日 YouTube にて森沢明夫さんが出られている動画がおすすめされまして購入してみました。読んだ感想としては創作論の本の一冊目として読むのがおすすめだと思いました。本作は実際に小説を書きたいと思っている人々から質問を募集し Q&A の形で森沢明夫さんがご自身の経験を語られています。ただ、私はすでに何冊かの創作論の本を読んでいたため、正直物足りなく感じてしまいました。エッセイとして読む分には面白かったのですが、体系立てて書かれているかという観点では、やはり海外の創作論の本の方がわかりやすかったです。はじめに一冊目として読むのがおすすめと言ったのはこのためです。内容自体はとてもわかりやすく書かれているため、目次の中に自分の悩みと一致するものがあれば、読んでみることをおすすめします。7冊目はネクサス情報の人類史上人間のネットワークです。サピエンス全史なホモデウスの著者であるユバルノ・ハラリさんの最新作です。サピエンス全史から彼の著書は読んでいて、今、急速に私たちの生活の中に入り込みつつある AI について、ハラリさんがどう語るのか楽しみにしていました。まだ上巻しか読めていませんが、上巻は下巻で語られるであろう AI がある未来の前提知識だけで終わった印象です。情報は現実を表すものではなく、社会的なネクサス、つながりであること。過去の著作でも語られたホモサピエンスが栄える要因となった物語の力について、文書の発明とそれに伴う官僚性の誕生、不可病なはずの聖典と間違いを犯す人間や時代の変化、自己修復メカニズムを持つ民主社会、民主主義と持たない独裁社会、全体主義などなど情報に関する歴史を順に見ていきました。主題は下巻にあると感じたため、本作については下巻を読んでから改めて詳しく語りたいと思います。8冊目は特別展、埴輪公式図憶です。2024年後半に東京国立博物館で、2025年前半に九州国立博物館で開催されていた特別展、埴輪に行ってきました。そちらで公式図録を購入し、読みました。展示されていた埴輪たちの写真はもちろんのこと、修繕作業や傾向の武人の本来の色のことなどが知れてよかったです。埴輪たち可愛かったな、ゆるい動物の埴輪も良かったですし、展示の目玉であった5人の傾向の武人たちも良かったです。当時の服装や武具、家の形などがわかる貴重な資料である埴輪たち。特別展は残念ながら終了してしまいましたが、公式図録はまだネットで買えるようなので、気になった方はぜひ購入してみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。続いて漫画です。漫画は ebook Japan で購入しています。読んだ漫画は数が多いためサクサク紹介していきます。
9冊目は、狼幼児と嘘つきな結婚の2巻です。ママ母たちにいじめられていたシンデレラポジションの主人公が、帝国の王子と政略結婚し幸せになるというお話です。過去作に、花と悪魔や黒伯爵は星をめでるなどがある音久先生、完全に作者買いした本作ですが、前向きな主人公が読んでいて清々しいです。主人公と王子の身長差も萌えポイントで、主人公に踏み台が用意された場面では、可愛くて笑いました。仲が深まっていく2人ですが、最後には新キャラ登場、3巻はどうなっていくのでしょうか。10冊目は、穏やか貴族の休暇のすすめの12巻です。本作は異世界から異世界への転移者です。主人公は旧国町で話す優男。元の世界で最小だった彼は、突然異世界に転移してしまいますが、休暇だと思って楽しみます。と言って、冒険者生活を満喫するというお話です。特徴は、プロマンス、性的な関わりはない、男同士の親密な関係を描いている点です。私は BL 漫画は読まないのですが、BL 好きの方にとても受けそうな作品だなと思います。2026年1月からはテレビアニメ化もされるそうで、気になった方はぜひ読んでみてください。12巻では主人公の最小としての冷酷さが垣間見えたシーンにドキリとしました。笑っているのに目が冷たい。新キャラもたくさん登場した12巻、これからも主人公の休暇生活を楽しみにしています。11冊目はすだちの魔王女の10巻です。勇者と魔王がいる世界、始まりの村でアイテム屋をしている少年が主人公の話です。お話の内容的に原作小説があると思っていたんですが、勘違いだったようで、漫画家の森下誠先生が考えられたお話となります。月刊少年マガジンで連載中です。10巻では、ヒロインである魔王が正体を明かした時の周囲の反応がみんなそれぞれ違っていて、面白かったです。敵サイドの悪役の予兆が見られつつ、コメディ多めの一冊だったかなと思います。12冊目は星降る王国のニナの16巻です。瑠璃色の瞳を持つ少女ニナが主人公の壮大な異世界ファンタジー漫画です。急逝した王女の代わりに大国へ嫁ぐことになった主人公、元いた国の王子アズールと嫁ぎ先の王子セトとの三角関係が見どころの本作ですが、物語が進むにつれ、ニナ自身が背負う過酷な運命にどんどん引きつけられていきます。16巻分読んできて、どの登場人物にも感情移入してしまったせいで、アズールとセトどちらと結ばれても辛いです。というか16巻のラスト、そんな気はしてたけど、という場面で終わってしまいました。17巻が待ち遠しい。13冊目は、祭り果敢二伝、高級女官、気まぐれ皇帝に見初められの11巻です。中華風ファンタジーの世界、瞬間記憶能力を持つ主人公が、管理として出世していくというお話です。11巻は少女漫画らしく恋愛要素が多めでした。今までの管理として駆け上がっていくエピソードや、同じ世界を舞台にした漫画、13歳の誕生日、皇后になりました。では、ヒーロー役である陛下がちょっと冷酷に感じられていたので、可愛げのある陛下が久しぶりに見られてよかったです。この巻から新章突入らしく、新たなメインキャラも登場。主人公がどう解決していくのか楽しみです。14冊目は悪女が恋に落ちた時の5巻です。小説の世界に転生した主人公が悪女と呼ばれる王女になっていたというお話です。不治の病にかかっている王女の体ですが、主人公の魂が入ったことで将来的に治すことができるようになります。ただ、周りの人たちは治療可能なことを知らないため、主人公の行動を短い余生を楽しもうとしているのだと勘違いして涙ぐむ場面がしばしば見られます。小説に出てくるヒーロー役を次々と籠絡して逆ハーレムとなりつつある主人公。果たして病が治るものだと知った時、周りの人たちは騙されたと怒り出さないのかなと心配になったりもしますが、今の浸水ぶりだと奇跡が起こったと素直に喜んでくれそうですね。5巻ではラスボスポジションの皇太子とついに対面、ヒリヒリした緊張感が味わえました。15、16冊目は、皇太子様、私今度こそあなたに恋されたくないんです。聖女にはめられた貧乏令嬢、2度目は串刺し回避しますの6巻と7巻です。恋人だった皇太子に殺された貧乏令嬢がタイムリープするというお話です。2度目の人生では自分の地位を奪った聖女やその幼馴染、そして元恋人の皇太子とは関わらないようにしようと誓った主人公。6、7巻まとめて読みましたが、ついにタイムリープの秘密が明かされましたね。読者にはすでにヒントが与えられていましたが、主人公たちもからくりに気づき、物語は急展開を迎えていきます。次の8巻では、ついに1度目の人生で主人公をはめた聖女に鉄槌を下すようで、続きが待ち遠しいです。17冊目は、転生しまして、現在は次女でございますの9巻です。乙女ゲームの世界に転生した OL は悪役令嬢の次女になっていたというお話です。自分が使える主君を悪役令嬢なんかにさせない。そう決めた主人公が使える主君のために奮闘していきます。9巻では主人公の恋愛要素がマシマシの巻で少女漫画読みたい欲が満たされました。恋愛と仕事を両立させている現代的な主人公の姿勢がとても好きなのですが、貴女の仮面を脱ぎ捨てるシーンもいいですね。18冊目は、ナディキの亡霊は臨退したい、最弱ハンターによる最強パーティー育成術の11巻です。本作については、異世界少年漫画4000第1弾の動画で詳しく解説しているため、あらすじについてはそちらをご覧ください。11巻は、前巻のオークションのエピソードの続きから、相変わらず主人公は自分の私欲のために動いていますが、周りがいい感じに勘違いしてくれてますね。それにしても、いつになったらパーティーの仲間が全員揃うんだろう。そろそろ全員が顔を合わせてるところが見たいけど、この調子だとまだまだかかりそう。そこだけがもどかしいです。19、20冊目は悪女が手なずけた獣の3巻と4巻です。
読んでいた小説のサイコパスな悪女に転生してしまった主人公。この悪女はある男を洗脳し自分のペットにしており、皇帝になった男に復讐される運命にありました。なんとか運命を変えようと小説とは違う行動をとる主人公ですが、皇帝に執着され、というお話です。1個まで先の話まで読んでいるのですが、やはり縦読み漫画は読み続けることが辛く、単行本を買ってしまいます。小説の作者や小説と異なる展開、悪女の思惑や能力など、とにかく謎が多い本作。明るいお話ではないのですが、ミステリー要素が強く、続きが気になります。21から25冊目は、復讐を誓った白猫は竜王の膝の上でダミーを貪るの1巻から5巻です。異世界召喚された主人公が猫だと偽って、幽族たちにめでられるお話です。何度か試し読みはしたことがあったのですが、この度、ついに全巻購入してしまいました。40% クーポンが5000円以上でないと使えないクーポンもあり、6に負けました。しかし、購入して後悔はしませんでした。魅力的なポイントはたくさんあります。付きまとってくる幼馴染女子のこととか、かくまってくれたおばあさんや可愛い精霊たちのこととか、いろいろありますが、やはり一番は、主人公が変身している白猫の可愛さ。猫好きなため、漫画の紙面に猫がたくさん登場するだけで癒されます。そして、5巻ではついに、ある問題が解決し、次の6巻は恋愛要素多めな予感です。26冊目は、悪事儀令嬢と吸血公爵、その魔物。私が美味しくいただきますの10巻です。魔物を食べる悪事儀令嬢と魔物を狩りまくる吸血公爵の物語です。魔物は普通に食べると体調不良を引き起こしますが、主人公の丸く抜きの技術があれば美味しく食べることができます。本作は主人公と公爵の恋愛を楽しむ少女漫画でありながら、異色のグルメ漫画でもあります。魔物の肉を前に目を輝かせる主人公たちの描写に食欲をそそられるんですよね。また、主人公が丸く抜きの技術を磨いた理由も好きです。ただ、魔物の肉が食べたいという私欲ではなく、ちゃんとした理由があるんよね。10巻では、公爵領の街の様子や、お菓子の文化、魔法道具街などが出てきて、ファンタジーの世界にワクワクしました。独自の世界観を持ったオリジナリティあふれるファンタジーが読みたい方におすすめな作品です。27冊目は悪女は砂時計をひっくり返すの8巻です。タイムリープした主人公が自分をはめた妹に復讐するという話です。未来の展開を知っているのはもちろんのこと、過去に時間を巻き戻せる砂時計を手に入れた主人公は順調に味方を増やしていきます。よくあるあらすじに聞こえるかもしれませんが、本作の特徴は主人公がいい子ちゃんではない点です。砂時計で巻き戻せることをいいことに、自分をいじめてきた人にバリ雑言を浴びせたり、おやつをたらふく食べたりします。妹の性悪っぷりもなかなかですが、それに負けていない主人公も珍しくて好きです。8巻では妹がとんでもないことをしでかしますが、主人公はうまく回避できるのか、9巻に収録されるであろう解決編が楽しみです。28冊目は、乙女ゲームの最強キャラたちが私に執着するの9巻です。乙女ゲームの攻略対象者の妹に生まれ変わった主人公。この乙女ゲームでは特別な能力が使える代わりに、最後は狂ってしまう超越者たちが攻略対象者となっています。夢も希望もない残酷な結末ばかりのゲームのため、大人になった家を出ようと決心する主人公ですが、実は超越者たちのダークした精神を癒す力を持っていました。主人公の元からの性格やその癒しの能力が原因で超越者たちから執着されるというお話です。主人公の恋の相手は誰かなと思いながら読み進めていましたが、最近はようやくお相手が決まりましたね。9巻では2人の絡みもちょこちょこあり満足です。まだ小柄な主人公ですが、いつか成長するのかな。29冊目は空っぽ聖女として捨てられたはずが嫁ぎ先の皇帝陛下に溺愛されていますの4巻です。前世が帝国の大聖女だった主人公が成長した元弟子の皇帝陛下の元へ嫁ぐというお話です。皇帝陛下はずっと亡くなった師匠主人公の前世を愛しているため、主人公には契約結婚だと伝えます。しかし次第に彼女の前世に気づいていきというお話です。4巻では2人の距離が縮まったり、前世の元弟子が新キャラとして登場したり賑やかです。複数ある帝国の呪いを解くという物語全体のストーリーもある豊作ですが、4巻に収録されている呪い解除のエピソードは切なかったです。美しいイラストでした。30冊目は恋した人は妹の代わりに死んでくれと言った妹と結婚した片思い相手がなぜ今更私の元にと思ったらの5巻です。物語の世界では世界に溢れる正気が濃くなってくると異界の地と呼ばれる異界に行き、正気を調整する番人が選ばれます。選ばれたのは主人公の妹。しかし主人公の初恋の男性は妹の代わりに行ってくれと主人公に頼んできたのです。番人となった主人公は年も取らぬまま未開の地で過ごしていました。そこへ突然初恋の男性と妹の間に生まれた息子がやってくるというお話です。初恋の男性にそっくりな息子がヒーロー役というなんとも切ない展開。息子はまだ自分の父と主人公の関係を知りませんが、知ってしまった時彼は何を思うのか気になります。また長年にわたる主人公の孤独も悲しくて早く癒されてほしいですね。元の世界に帰ったら帰ったでめんどくさそうだけど、彼女たちのゴールはどこにあるのか先の展開が楽しみです。31冊目は婚約者に忘れられた私、隣国の皇太子殿下と偽装婚約することになりました。ただし殿下の本命は私みたいですの2巻です。妹の策略により
婚約者に自分の存在を忘れられてしまった主人公が隣国の皇太子殿下にプロポーズされるというお話です。前世が期待の悪女とも呼ばれた黒魔術師だった主人公、彼女は覚えていませんが、皇太子は前世の恋人だったようで、最初から主人公のことを溺愛しています。主人公がまず前世の記憶があるのに皇太子のことは忘れてしまっているか。次の3巻では前世からの知り合いである魔王とも対面するようで、この謎についても明かされるでしょうか。32冊目は大嫌いなままでいいですので、私と子供を作ってもらえませんか。無2巻です。本作は異世界犬カップルのお話です。予知能力を持つ一族の主人公と幼馴染の公爵、会えば喧嘩ばかりの2人ですが、ある日主人公は自分と公爵の間に生まれた息子が国を救うという未来を予知します。国を救うため一緒に子供を作ってくれるよう公爵に迫る主人公。初見ではすごいタイトルだなと思ったのですが、犬カップルという単語に惹かれ購入しました。後から見ると両思いに違いないのに、喧嘩ばかりしている男女という設定好きです。もっとも今作はまだまだ公爵側の愛の方が大きくて、主人公は自分の気持ちにあまり気がついていませんが、2巻のラストでは、もし本当にそうなら大問題ではという可能性が出てきてハラハラしました。33冊目は転生悪女の黒歴史の16巻です。本作については悪役令嬢漫画4000の動画で詳しく解説しているため、あらすじについてはそちらをご覧ください。16巻では相変わらずどんどん追い詰められていく主人公。こんなに体を張って傷だらけになる転生者がいたでしょうか。これって少女漫画よね。バトル漫画じゃないよね。個人的には読みが好きなんですが、彼のポジション的に最終的に結ばれるということはなさそうで辛い。34冊目は虫かぶり姫の10巻です。三度の飯より本が大好きな一族の令嬢が王太子に溺愛される話です。社交よりも本が大好きな主人公は虫かぶり姫というあだ名をつけられています。しかし実は本人も気がつかないところで本から得た知識をもとに周囲の人を救っているのでした。本作はとにかく絵の描き込みが素晴らしく、最新10巻の表紙もうっとりと眺めてしまいました。原作由来のキャラクターやストーリーが魅力的なのはもちろんのこと、菊田優先生の絵が本作のクオリティをワンランク持ち上げているような気がします。今巻で原作第4巻にあたる新章に突入したとのこと。メインのストーリーは11巻からでしょうか。見た目ふわふわの可愛らしい主人公と時折魔王と化す皇太子の物語、皆さんもぜひ読んでみてください。35冊目は右脳妻女は悪女になりたい妹の身代わりで嫁いだ令嬢、公爵様の溺愛に気づかないの3巻です。悪女の妹の代わりに公爵の元へ嫁いだ主人公、公爵から3年後に離縁する契約結婚を持ちかけられますが、自由を求める主人公はその条件を受け入れ頑張って悪女を演じるというお話です。実家では無能と言われ続けて育った主人公ですが、実はとても頭が良く心根も優しい女性でした。すぐに彼女のことを好きになった公爵や使用人たちは身代わりがバレぬよう必死に悪女を演じる主人公に合わせて当てています。悪女らしく振る舞おうとしているけど全くできていない主人公が可愛くて癒されますね。反対に妹はなぜここまでわがままに育ったのかと恐ろしくなります。彼女に鉄槌が下されるのももう少しでしょうか。最後30億から40冊目はホラー女優が天才子役に転生しました。今度こそハリウッドを目指しますの1巻から5巻です。幽霊役をさせたら右に出る者がいなかった女優が転生して前世から培った演技力で芸能界をのし上がっていくというお話です。転生、現代、芸能界という単語を並べれば大ヒットした推しの子を思い浮かべる方も多そうですが、あちらがサスペンスやミステリーな本作は最強主人公がのし上がっていく少年漫画のような面白さがあります。芝居が好きでたまらないという主人公の情熱が魅力的ですね。ただ物語が進むにつれ主人公の前世を崇拝している人の多さにちょっと辟易してきました。5巻分一気読みしたから余計にそう感じてしまったのかもしれません。6巻からはまた新しいオーディションが始まるようです。タイトルにあるハリウッドまでどのような道のりを主人公が歩むのか楽しみです。以上、私が最近読んだ本40冊でした。気になった作品はありましたか？皆さんが最近読んだ本もぜひ教えてください。この動画が良かったなと思う方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。